当時「料理の鉄人」っていう番組が小学校か中学生ぐらいの時に、ああいう長い刃物を使ってるのがすごいかっこよく見えて、で真似して作るようになって、両親とも渡りきだったので、祖母も一緒に住んでたんですけど、大したものは作ってないんですけど、なんか作ると喜んでもらったりっていうのはなんか嬉しくて。じゃあもうおのずと料理将来やりたいっていう感じになったんですか？そうなってきましたね。中学卒業してそのままね専門学校行きたいって親に言ったんですけど、高校行って行った方が友達がたくさんできるよって言われて、で高校行きました。高校とりあえず行って、そうですね。で高校卒業して大学に行かずに専門学校。そうですね。フレンチの授業の時に先生が教壇で作ってくれて、それを座学でっていう形だったんですね。で3品ぐらい作ってくれるんですね。もう常温にしたバターがもうボウルに山盛りになっておいてあると、で授業お疲れ様でしたって終わった後に3品しか作ってないのにそのバターがほとんど終わってて、と思って気持ち悪くなってきた。そんなに入ってんだ。バターが全部使われてたんですよ。そうですね。教科書見てもなんか艶を出すとか、とろみをつけるとか、コクを出すとかでバター結構入ってるんですよ。その入れてるのを想像してたら気持ち悪くなっちゃって、ちょっとこれは自分には無理だなと思って。いわゆる昔のクラシックフレンチってやつですね。確かにバターいっぱい使われてましたもんね。ある時和食で校外講師の先生がいらっしゃって、芋をはんなり炊きます。このはんなりが全然わからなかったです。日本語でこの状態で、フランス語も英語もイタリア語も喋れなくて、海外の料理だってそこまで行くのにすごい時間かかるんだろうなと思って、分かりやすく自分がすぐ料理に入れるのは多分和食なので、そこから和食にどんどん興味があって、もう調理師学校の就職先に大体先輩が行ってるとかそういうところじゃないですか。ファイルが進路指導室みたいなのがすごい求人情報がブワーっていっぱいあるんですよ。でその中からやっぱり東京に欄だけすごいでかいたくさんあってで東京行きましたね。1軒目がというところですね。そこで大体3年やったんですね。ただもう恥ずかしいんですけど読み方があまりよろしくない。なるほど。じゃああんまり店名は言わない方がいいかもしれないですね。だから先輩とちょっとバチバチやって。喧嘩になったんですか？そうですね。僕がやっぱなんですかね、気遣いができなかったんですね。それ先輩に対して。そうです。仕事中もうまくいかないんですよ、チームワークが。なのでもうこれ以上迷惑かけられないようにしてください。なんか一方的にやられるんじゃなくてやり合ったんですね。じゃあ僕もちょっと生意気にもダメですね。なるほどなるほど。だからそういうおおよそのルールが分かってなかったんですよね。恥ずかしい。じゃあ紹介してやるよ、次の店って言われて。でも3年目じゃ正直やっと包丁持ったぐらい。そうですよね。何もできない状態で入ってもう親方に迷惑かけちゃうと思ったんで、自分で探しますって言ってやめました。なので当時フロム A の求人情報誌懐かしいな。ありました。ありましたね。たまたまコンビニでそれ見たら門脇があったんですよ。門脇さんが。初めて来ましたよ。もう大体通り過ぎちゃうんですよ。そうですか。その手前の軽井沢で。でも関さん14年もいたらもう独立って感じですよね。だから門脇さんのところでも焼酎を屋さんから連絡いただいて大丈夫かってありがたいですよ。やってるかちゃんと。コロナの時はうち子供がまだちっちゃい。器買いに行けないだろうって言って、おばさんから器たくさん買っていただいて。泣けるな。いや泣けるな。ではすいません、よろしくお願いします。よろしくお願いします。またお久しぶりです。
とですね、酒粕仕立てになってます。いやー、この場所でやるの大変だ。この場所は全国的に見て晴れの日が多い地域なんです。ただ浅間山っていう山から吹き下ろす風が冷たいので、浅間おろしっていうんですけどね。すげえ寒いっすよね。そうですね。だからちょっと痛いぐらいの。いや本当に。やっぱ長野というと天ぷらですか。もう山菜が出始めましたね。いいですね。やっぱご家庭でよく食べられるものなんですか、天ぷらって。そうです。なんですかね。もう山菜の時期なんかは家族で取りに行ったりとかしますね。もう長野市の方は出てますし。今日昨日とですね、中がエビの新庄とウニが入っております。天つゆたっぷりつけてお召し上がりください。田畑さんだなって感じですよね。あ、これ皆さんに教えて。本当に多分私のところでね、親父が認める商店は多分ひよちゃんだと思います。多分そのひよちゃんは生粋に最初から最後まで。なんですか、14年もいらっしゃるとは思わなかったですね。そうですね、自分の14年ってなかなかっすよ。で3年しかやってなくて、ほとんどいわゆる何もできない状態で門脇さんに入るわけですか。そうですね。正直に全部何もできないことを伝えて、将来どうするんだって言われてですね、将来の中で商売やってみたいです、放送かって言われて、じゃあ明日からじゃあ来てみるかって入りました。2001年なるかならないかぐらいじゃないですか。14年も前の。そうですね。四半世紀の話なんですね。そうですね。当時僕の前に入った人が一人先輩がいて、その先輩から8人目だよ。8人目。計算が合わないんですよね。1人1ヶ月今っていうことになって。そうですよね。で、じゃあ先輩に一番短い人どのぐらいですかって言われて、1日って言われたんで。1日？じゃあ1日頑張ればビリじゃない。そうですね。1日頑張る。次はって言ったらやっぱ1週間っていう話、そう言われたんで、じゃあ1週間頑張ればじゃあビリから3番目なのかな。先輩のことを見ちゃうんですよ。である時おばさんが「お前は先輩についてるのかな、何を勉強しに来たんだ」と、説明がすっごい分かりやすかったので、納得、自分で、なんでそんなこと言うんだろうじゃなくて、だよなって自分で納得がいった。確信がついてちゃんと説明だったんですね。5年目の時におばさんに辞めさせてくださいって言ったんです。でその時も分かりやすい説明だったんですよ。その5年っていう線は誰が引いたんだと。そうですね、確かに。結果がどうこうじゃなくて、5年っていう線は誰が引いたんだと。自分で引きましたって言って、じゃあお前商売やったことない人が引いた線と、商売やってる人がダメだっていう線、どっちが信じられると思う。すいませんでした。ちなみにその5年目っていうのはもう自分の中ではそこそこもうできるよっていう感じ。いや今考えたらもうおっかないですよ。おっかないです。今となれば和田さんがその商売をやる外枠を全部作ってくれてたんです。お前らが料理だけ集中しろっていう感じで、でもいざ自分で今商売やってみるとその外枠が一番大変で、その料理は一部であって商売をするっていう枠の中のほんの一部で、それをやっただけで満足しちゃってたんですよ。そこで親さんに止めてもらえたのも、もう本当に今もう鳥肌立っちゃいますね。14年もいると思ってました？思ってませんでした。5年で帰ろうと思ったんですよ、中に。かなりもう一人前になるまで鍛えられて。いや、まだまだだったんですけれども、その時で35なんですね、自分も。このぐらいでそろそろ考えなくちゃいけないなっていうのは。そうですよね、いい年齢ですね。そうですね、だから30ぐらいからはちょっと考えて、親さんに話して、でその時に田舎で商売やるのは決まってたんで、やりたいっていうのが決まってたので、じゃあちょっと見てきなさいって言って、高木さんのところに。高木さんのところに一回じゃあ働いてるんですね。そうですね。それはでも短い期間ですよね。
違いますよね。東京だと11時からコース食べるんですか夜、っていう感覚なんですよ、今からコース食べられるんですか、ね、テレビ朝日とかもやっぱ近いので、やっぱ時間あまり眠らない街東京ってこういうことなんだっていうのも、でもやっぱり静岡だとやっぱ 10時ぐらいには静かになってっていうふうになるので、やっぱりこっちもそうで、だからそういう経験をさせていただいたのも本当おやすさんにも高井さんにも感謝です。何回も折れそうになってるいっぱい助けてたまたま若い人もみんな逃げちゃって、一人の試験の子がちゃんとにあって、そうなんです。それでどういうものなんですか。そうというか、お前若い人貸してくれよって言われて、若い人から連絡があって、若い人回すんだったら俺が来たいなと思って親さんにそうびっくりしました本当に。いや自分はぜひって言って、そう店あんのに店あんのに高木さん行く。テレビで見たことある人とか、食に詳しい人っていうのがこぞって集まってる、間違いなく成功してると思ったんですね。成功してる人が言ってることは間違いなく成功してることなんですよね、多分って思ったんで、なんでやめちゃうのか本当に分かんなかったですね。それダメだぞって成功してる人に言われたらそれはダメで、OK って言われたらそれは OK なんだと思うんですね。教科書みたいなもんだからね。人生の教科書。将来お金になることをここでやってもらって、皆さんの脇をやってると、それを見れる。なるほど。入った当時はまだ単品とかありましたから、コースで予約してるんですけど、皆さんが今日あの人飲み中止なら、バーってすぐこの時変わるんですよ。すげえ。それででも用意してあるんですけど、分かりましたって言うしかない。まあそうですね。もうはいかイエスしかないですからね。東京に出てよかったと思いました。こっちじゃまずありえない。今異次元の世界ですよね。そうですね。12時頃までやってるんだっけ。そうです。11時ラストじゃっていうか看板改札してます。すごい時間前。新幹線最終で軽井沢来ていただいてご飯食べてレソ帰るとか。これは軽井沢ってタクシーだと同じぐらいです。20分ぐらいですかね。そんなもんなんですか。道ついてれば。今日白身ヒラメですね。手前はバフンウニです。今日はお醤油とあとはあん肝を裏ごしてポン酢で割ったものになります。すげえ寝かしてますね。そうですね。これで2日ですね。この辛いのは一味唐辛子ですね。美味しいですね。サワラのたたき。サワラのたたき。小室でこのような洗練された料理が食べられるっていうのはやっぱり価値ですよね。軽井沢に住まれてるんです。デビッド・ヒューエットさんっていう。かっこいいな。これは赤ワインですね、やっぱり。これ甘いのは白こし味噌です。はい。卵も入ってるから生味噌で。そんな料理っぽいですよね。もうまさに。それでもすごいですね。小室でミシュラン三つ星のシェフの受け継いだ料理食べられるっていう、これはここで働かせてもらってるので。ここにオープンするのは何年の時ですか？2017年。2017年ですね。なんかみんなから反対されまくった。そうですね。場所的にって大体この辺だと軽井沢じゃないのとかですよね。小諸の老舗って小諸愛があるんですよ。はい。お祭りになるとお祭りだから帰ってくる人たちが結構いたりとか。小諸の愛がなるほどやっぱありましたね。
もう立地よりも自分は小諸でやりたいんだと、やりたかった。まあ地元だしっていうことですよね。看板も最初出さね、工事中は出てないので、なんかあそこに移住者が来たらしいよ、家建ててるらしいお店に見えなかったけど、最近移住の方が多いので、噂だけなので。なるほど。でもできたらなんか関さんちの息子店やるらしいよっていうことで。なるほど。じゃあまあ比較的暖かく迎えられたって感じです。あ、よかったですね。今日は新じゃがとハマグリの蒸し物ですね。新じゃがなんだこれ。そうですね。もうお芋バター醤油があって、バター醤油。それはうまい。これ片桐のやつやってた。じゃあ小諸でミシュラン三つ星の料理が食えるやつってことですね。ごめんなさい。信州プレミアム牛。はい、そうですね。餌にリンゴジュース作った後の搾りかすとか、台風で被害に遭った傷ついた商品にならないやつをドライにして粉末にして餌に混ぜてるそうです。何%か。今日はかぶら鍋なんですけれども、僕は焦げとかぶがすごい合うと思うんですね。なのでちょっと表面だけ軽く焦がしてからですね。はい、味付けとかじゃなくて焦がすために醤油にくれる感じですね。今日はセリとうるいですね。セリ、はい。おお、大胆ですな。超強火だ。セリいいですね。香り。直火で焼くっていうのはもう肉の薄さがあれなんで、直火でやった方が早く焦げやすくなりますね。俺たちが一番目指した味。たけのこご飯ですね。ただたけのこお上品なやつもあるんですけれども、ちょっとおじゃこごま油で炒めたものを少し動物性の油が入るとお肉食べた後の口なんで、ちょっと物足りないっていうことはないと思います。で、青いのはフキですね。いい色だね、フキ。ある。向こうで生活してた感じなので。ハブ。うまいね。美味しくなっちゃった。銀座より口硬いですから。ああ、もうそれは大体ですね。本当ですか。本当です。本当です。ひろちゃんの片桐の味は言っちゃうかもしれない。いいですそれは。そうです。いちごよもぎ大福になりますね。いちごよもぎ大福。ありがとうございます。あえてお客さんに手で食べてもらって、やっぱ美味しいもの好きな方ってめちゃめちゃフットワーク軽いなと思って、はい、この辺だと太平洋側にも、はい、日本海側にも行きますね。ちょっと寿司食べたいから東京行こうとか、ちょっとカニ食べ関西行こうとか、はい、もうすぐなんですよね。なので新幹線代だけ出してください。はい、僕もカニ出しますから、はい、っていうスタイルのやつなんですよ。ハモも出しますから、はい、スッポンも出します、っていうふうに、そうするとじゃあ近くで食べれるんじゃん、使ってくれたりして。なるほど、そういう営業もやったんですね。そうですね。門脇のおっさんのところで働いてる時にフグを1枚引いてもらった、引いてくれたの、何も言わずに、でおっって渡されて、初めて食べたフグだったんですよ。それがめちゃめちゃうまかったんですよ。この味、うちの父親は知らないで死んでいくのかなと思ったんですね。こっちでフグを出せるようなお店をやれれば、そういう食べたことない人もいる、第1回目がないと美味しいって分かんないんですよ、写真とか映像だけで。
なので第1回目を誰かが作らないと、フンを食べる文化、夏にハムを食べる文化ないんですよ、第1回目になると。なるほど。飲みましょう飲みましょう飲みましょう。せっかく本当に俺が小諸来たからなかなか来ないですね。確かに。いやいや最高。